押せ押せ押し切れ。シューマン様、敵撤退していきます。何、もうか。はあ、見ての通りです。役体もない。追撃はどうしましょう。そうだな、必要とも思えんが、まあいい。隊列を整えた後、一応出しておけ。ゆっくりでいいぞ。はい。相手はただの町人。殺さず追い払うだけにせよ。分かっているな。はい、今日だけで3度聞きましたから。そうか、もう3度目か。やれやれ、我々は雲の子を散らすために訓練をしているわけではないのだぞ。姉じゃ、こちらも片付いたぞ。おうシューラン、どうだった？ケイファの言う通りだ。これを。やはり黄色い布か。こちらもだ。何なんですかねこれ。二人とも。なんだ？わからないならわからないで構わんぞ。そうか。まあそれを考えるのは我々の仕事ではないからな。カリン様やケイファに任せるとしよう。追撃部隊が戻ったら撤収するぞ。帰ったらすぐカリン様に報告だ。分かった。ならこちらの隊も撤収を始めておこう。あ、僕もお手伝いします。というわけです。そう、やはり黄色い布が。こちらのボートたちも同じ布を持っておりました。ケイファ、そちらはどうだった？面識のある諸侯に連絡を取ってみましたが、どこも陳竜と同じく黄色い布を身につけたボートの対応に手を焼いているようです。具体的には？こことここ、それからこちらも。それと一団の司会の名前は聴覚というらしいですが、正体は全くの不明だそうです。正体不明？捕らえた賊を尋問しても誰一人として話さなかったとか。剣を振り上げれば逃げ回るくせに、そこだけは口を割らぬのか。何やら気味が悪いな。知っているのか、本郷。ならそれ以上は言わなくていいわ。天の国の技術や考えは確かに興味深いし、それを説明させるためにあなたを飼っているわけだけれど、歴史そのものはこちらの世界で完全に再現されているわけではないのでしょう。なら明確
根拠のない情報は判断を鈍らせるわ。そんなもの占い師の予言と変わらない。あれは私個人の問題だもの。外れたところで笑い話にしかならない。けれど国の問題を占いで解決させる気はないわよ。まあ敵を呼ぶにも名前は必要だわ。黄金塔という名前はもらっておきましょう。それでみんな他に新しい情報はないの？はい、これ以上は何も。こちらもありません。ならばまずは情報収集ね。その聴覚という輩の正体も確かめないと。何事だ。休む暇もないわね。さて情報源が早速現れてくれたわけだけれど、今度は誰が言ってくれるのかしら？はい、僕が行きます。キーね。キー、お前は最近働きすぎだぞ。ここしばらくろくに休んでおらんだろう。だってショーナン様、せっかく僕の村みたいに困ってる村をたくさん助けられるようになったんですよ。カリン様、この件私が。どうしてですかショーナン様。僕全然疲れてなんかないのに。そうね、今回の出撃キーは外しましょう。確かに最近のキーの出動回数は多すぎるわ。カリン様。キー、あなたのその心はとても尊いものだけれど、無茶を頼んで体を壊しては元も子もないわよ。無茶なんかじゃないです。いいえ、無茶よ。でもみんな困ってるのに。そうね、その一つの無茶でキーの目の前にいる100の民は救えるかもしれない。けれどそれはその先救えるはずの何万という民を見殺しにすることにつながることもある。わかるかしら？だったらその100の民は見殺しにするんですか？するわけないでしょう。キー、お前が休んでいる時は私が代わりにその100の民を救ってやる。だから今は休め。今日の100人も助けるし、明日の番人も助けてみせるわ。そのために必要と判断すれば無理でも何でも遠慮なく使ってあげる。けれど今はまだその時ではないの。ケイファ、編成を決めなさい。御意。ではシューラン、今回の件あなたが言ってちょうだい。何？この流れだとどう考えても私だろう。どうしてシューランが出てくる？今回の出動は戦闘よりも情報収集が大切になってくるとカリン様もおっしゃったでしょ。できる？あなたに。決まりね。シューラン、くれぐれも情報収集は入念にしなさい。は、
ではすぐに兵を集め出立いたします。シュウラン様。どうした？何と言われても連れてはいかんぞ。私とて気持ちはカリン様や姉者と同じだ。そうじゃなくって僕の分までよろしくお願いします。お主の思いしかと受け取った。任せておけ。兄ちゃん。僕だって落ち込む時くらいあるよ。僕全然疲れてなんかないのに。そりゃご飯はいつもの倍は食べてるけどさ。変な兄ちゃん。兄ちゃんまでそんなこと言う。そりゃあわかってるけど。わかったよ。大丈夫だよ。それに今なんていうか力が湧いてきて我慢できない感じなんだ。さあ、ちょっと前に街で歌ってた旅芸人さんの歌なんだけど、確か名前は聴覚。あ、兄ちゃん。間違いないのね。確かに今日行った村でも3人組の女の旅芸人が立ち寄っていたという情報がありました。おそらくキーの見た聴覚と同一人物でしょう。はい、僕が見た旅芸人さんも女の子の3人組でした。キーの報告を受けて黄金の放棄があった陳竜周辺のいくつかの村にも調査の兵を向かわせましたが、大半の村で同様の目撃例がありました。その旅芸人の聴覚という娘が黄金島の主会の聴覚ということで間違いはないよね。正体が分かっただけでも前進ではあるけれど、可能ならば聴覚の目的が知りたいわね。
何それ。だとしたら余計たちが悪いわ。大陸制覇の野望でも持ってくれていた方が遠慮なく叩き潰せるのだけれど。夕方、都から軍令が届いたのよ。早急に黄金の族都を平定せよとね。ええ、今頃よ。よくわかっているじゃない。まあこれで大手を振って大規模な戦力も動かせるわけだけれど。カリー様。どうしたの春蘭。兵の準備は終わった？いえ、それがまた九段の黄金の連中が現れたと。それも今までにない規模だそうです。そう、一歩遅かったということか。こちらがよ。春蘭、兵の準備は終わっているの？申し訳ありません。最後の物資搬入が明日の卒業になるそうで、すでに兵士に休息を取らせています。間が悪かったわね。おそらく連中はいくつかのボートが寄り集まっているのでしょう。今までのようにはいかないわよ。人が集まるということは、集まろうとする意志か集めようとする意志が働いていると見るべきよ。集団同士が合流するならなおさらね。一つ二つの集団が集まったならただの偶然だろう。だがそれが数十の集団が集まった軍団となれば、それはもはや偶然ではないということだ。集めたやつ、指揮官がいるということか。そうだ。仮にいなかったとしても、それだけの能力を持つやつは集団に一人二人はいるものだ。そいつが必ず指揮官に祭り上げられる。シューランの言う通り、万全の状態で当たりたくはあるけれど時間もないわね。さてどうするか。カリン様！カリン様、僕が行きます。キー、お前はしばらく休んでおけと言っただろう。だってカリン様はおっしゃいましたよね。無理すべき時は僕に無理してもらうって。それに100人の民も見捨てないって。カリン様！そうね、その通りだわ。カリン様。春蘭、すぐに出せる部隊はある？当直の隊と最終確認をさせている隊はまだ残っているはずですが。キー、それらを率いて先発隊としてすぐに出発なさい。はい。それから補佐としてシューランをつけるわ。え？シューラン様が？シューランにはここ数日無理をさせているから指揮官は任せたくないの。やれるわね、キー。はい。シューラン様、よろしくお願いします。よろしく頼むぞ、キー。なんかくすぐったいです。ただし撤退の
の判断はシュウランに任せるから、キーはそれには必ず従うように。すぐに本体も追いつくわ。よい。わかりました。ケイファは後発部隊の再編成を。明日の朝来る荷物は待っていられないわ。春蘭は今すぐ取りに行って卒業までには出立できるようになさい。よい。今回の本隊は私が率います。以上。